皆さんこんにちは、バーケンです。相続した土地の木材を捨てるシリーズ、早くも第4弾です。今映っているのは、前回の積み終わりの後に捨てに行く前にロープで縛っているところです。今はロープの結び方なんてネットや動画、AI に聞けばプロみたいなやり方を一瞬で教えてくれるとは思います。でも私は適当です。そこそこ飛んでいかなきゃそれでいいかと思います。そういえば死んだ父親はこういう作業は得意だったと思います。でも私は父親から何も学ぶことはありませんでした。というより教わる気もなかったというのが正直なところです。子供の頃、父親は何か作業をするたびに私を奴隷のように手伝いに借り出しました。あれ持ってこい。ここを押さえておけ。と言われました。そこに教えるとか一緒に楽しむとかそういう空気は一切なくて、だから私は物心ついた時からずっと父親から逃げて生きてきたんです。さて、この日5回目の積み込みです。映像ももちろん楽しいのですが、今回もいつもの調子でいろいろ話していきます。この土地のゴミ片付けを依頼した業者が途中で逃げました。業者を訴えないのって思いますよね。私ももちろん考えました。弁護士は高いけど、こういう時司法書士さんに頼めるって調べて分かったんです。費用も弁護士よりぐっと抑えられるし、実際着手金10万円くらいで宝石に争うことも可能でした。でもやめました。元請けの A 社さんからこの会社、もうお金ないよ。って言われて、裁判で勝っても相手にお金がなければ1円も返ってこない。ただ10万円をドブに捨てることになるんです。だから泣き寝入りです。それに私がこの件をあっさり諦められたのにはもっと深い理由がありました。この土地では他の業者さんからもぼったくりっぽい目に遭っているんです。あくまで私の個人的な印象、断定はできませんが、信じられない話ですけど、あの逃げた業者さんまだマシだったんです。動画では話していないんですけど、土地の整備の相場を教えてくれたり、電柱をタダで抜いてくれたり、良心的な部分もあったんです。だから私の中では完全に悪者とは思っていませんでした。じゃあなんでそんなにぼったくられてしまったのか。その原因も結局父親なんです。生前の父親多分目っ張りだったんでしょう。金沢市役所勤務の公務員で年金をたくさんもらってると周りに言っていたみたいです。だから周りの業者さんからしたら、あの息子なら金持ってるだろうって、私が相続した途端格好のターゲットになったんだと思います。私は私で、家から300キロも離れている土地で知り合いの業者もいない。何を信じていいかもわからない。もうなんとかなるだろうって思いしかなかったんです。そうやって見えない人間関係には散々振り回されてきました。人はなかなか自分の思い通りには動いてくれないです。でもこういう目の前にあるものは裏切らないんです。例えばこれ、過去の動画でもやりましたけど、小さな土管を壊した残骸です。中には鉄のワイヤーが入ってて、一見すると丈夫にも見えます。でも時間をかけてコツコツやれば、素人でもちゃんと自分の手で壊せるんです。壊せないものなんて世の中には意外と少ないんだと今は思います。この塩ビパイプもそうです。ディスクグラインダーで半分だけ切って、残りは2トンのユンボでバリバリやりました。動画撮り忘れています。もっと大きいユンボがあればもっと一瞬です。相手が物なら工夫と道具で必ず何とかなると思います。前回の動画、逃げた業者にもらったタオルに真心の切り裂け土建と書いてあった話ですが、そのタオルがやっと見つかりました。そしてボロボロな雑巾になっていました。ご依頼のニーズに寄り添うが正しいキャッチコピーでした。この後数分間音楽と字幕で表現します。字幕は字幕で言葉より正直に表現できる自分だったりします。
ワンちゃんがこのチャンネルのちょうどいいアクセントになっています。実は私は子供の頃家がまるで動物園みたいだったせいで動物のことがあまり好きじゃなかったんです。今変なことを言いましたよね。家が動物園って自分で言っててちょっと笑ってしまいます。うちの父はまるで昔テレビに出ていたムツゴロウさんの介護官みたいな人でした。代表的な例としては真っ黒なクマを飼っていました。他にも変わった鳥や獣を飼育していました。しかもそんな家があったのは金沢市のごく普通の住宅街。自分の性格とは関係ないですが、子供の頃はそんな環境のせいで友達もできなかった気がします。あの家の子と遊ぶなみたいな無言のプレッシャーもきっとあったと思います。私は私で諦めて切り替えた部分もあって、今はこうやって言いたいことを言ってたくましく生きています。もう少し時間があるのでここで耳寄り情報を一つ。このワンコ実は最近背中にコブができて病院に行きました。動物病院ってなんとなくピカピカで清潔みたいなイメージありませんか？でもうちの近所の動物病院は全然綺麗じゃないんです。だけど治療費がびっくりするくらい安い。1回500円とか、これバグってるのっていう値段です。この先生金儲けじゃなくてとにかく動物のためにやってるだろうなって生き様を感じました。外見がピカピカな病院ももちろんいいですが、こういう飾らないお店にも実はお宝が眠っているのかもしれません。なんて偉そうに言ってますけど、実際のところ私はこれまで何度も騙されているタイプです。この後産廃処理業者に運びました。木くず410キロキロあたり25円で、合計11,605円の処理代金がかかりました。そしてご視聴ありがとうございました。とはまだ言いません。実はこの日、私は処理場に5回も通ったんです。で、そのおかげでちょっと面白いことに気がつきました。料金表の右上に小さく整理番号が書いてあるんです。朝8時に行った時が88,552番。で、この日最後の14時48分が88,663番。引き算すると111。つまりこの処理場には1日で少なくとも111組のお客さんが来ているってことなんです。スーパーのレシートでも同じことができます。で、それが何の役に立つのって話なんですけど。そしてもう一つ、この日最後にゴミを捨てに行った時のことです。現場でゴミを下ろすのを手伝ってくれる現場のお兄さんはこう聞いてきました。今日はこれで終わりですか？もう一回来ますか？と、まだまだウェルカムな感じでした。でも事務所で会計してくれるお姉さんはこう言うんです。次からは15時までに来てください。現場のお兄さんは多分本当の最終時間の16時くらいまで受け入れる気でいるんです。でも事務所のお姉さんは自分の仕事を早く終わらせたいから勝手に締め切りを1時間早めちゃっている。これっていわゆる現場あるあるってやつでしょうか。ここでもまた人の数だけそれぞれの事情があるんだなって思っちゃいました。今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。